あなたは友人から知らない間に恨まれていた経験はないですか？遡ること20年前の2003年7月18日、アメリカテキサス州クリアレイクシティ。久しぶりじゃない。レイチェルたちも来てるのよ。どうぞ上がって。家の扉を開け、嬉しそうに微笑んだ女性はティファニー・ローウェル18歳。この日はしばらく会えずにいた友人、クリスティーン・パオリラが彼女の家を訪ねてきたんです。いきなり来ちゃってごめんね。招き入れてくれたティファニーに向かい、困ったような表情でそう言ったクリスティーン。ティファニーはそんな彼女をリビングで待つ友人たちの元へ先導します。しかしリビングへたどり着いたその時、お前なんか死ねばいいんだ。突然そう叫び、前を歩いていたティファニーの背中へ発砲したクリスティーン。表変した彼女の顔からは抑えきれない憎しみが溢れていました。しかしクリスティーンがティファニーに恨みを抱くことは二人の関係性からおよそ想像できないことでした。なぜならティファニーはクリスティーンをいじめから救い出した親友だったから。自身をいじめから救い出した親友に復讐の教団を放った少女。彼女が親友を射殺したその理由とは？友情を憎しみに変えてしまったものは、蓄積された劣等感による歪んだ感情だったんです。オーサスアルゴメトリーとね、アルゴメトリー X と書く方のチャンネル混同する人いっぱいいるよ。ケンちゃんです。闇鍋がしてみたい、闇闇子です。本日ご紹介するのはアメリカで起こった銃殺事件について。実はこの事件、元いじめられっ子が起こした事件だったんです。復讐劇ってやつよね。いじめた側に非があるわけだし、見る側としては複雑な気持ちになるわよ。今回の事件ね、いじめるやつって悪いんですけど、いじめられっ子側にもね、特殊な状況であったかなとは思うんですよね。犯人と被害者との関係は一見すると復讐とはね、無縁のように思えたんです。それがなぜ事件に発展したのか、それを紐解くためにも犯人が受けてきたいじめ、一体何だったのか、早速見ていきたいと思います。悪夢の日々。遡ること20年前の2003年7月18日。今回の舞台はアメリカテキサス州の南東部に位置するクリアレイクシティ。その日の深夜、一組のカップルが友人宅へ向かい車を走らせていました。17歳のクリスティーン・パオリラとその恋人のクリストファー・リー・スナイダー21歳です。絶対に許さない。これから友人の家へ向かうとは思えない憎しみをあらわにした形相でそう言い放ったクリスティーン。そしてその手には拳銃が握られていました。あいつらも同じだったんだ。私をのけ者にしてバカにした連中と。友人の家が近づくにつれ湧き上がってくる激しい怒り。クリスティーンは奥歯を噛み締めながら最悪だったこれまでの人生を思い返していました。1986年、クリスティーンはニューヨーク州ロングアイランドで生を受けます。2歳の頃に父親を事故で亡くして以来、彼女は母親と祖父と3人暮らし。さらに愛する夫を失った母親は自暴自棄になり、薬物中毒で入退院を繰り返していました。そんな不安定な生育環境は、まだ幼いクリスティーンにも着実に悪影響を及ぼしつつあったんです。おい、カツラ女、イエーイ、変なメガネ。クリスティーンを取り囲み、口々に罵声を浴びせているのは、彼女と同じ小学校に通う同級生たち。鬱陶しいなこいつら。おとなしい性格のクリスティーンは言い返すこともできず、ただうずくまって泣いています。そう、クリスティーンは同級生から必要ないじめを受けていたんです。そして彼女がいじめられているその原因は、脱毛症。子供でも脱毛症に悩んでる子って結構いるわよ。そうですね。しかもね、クリスティーンの場合はですね、生育環境のストレスからか、結構ね、症状もね、重かったみたいなんです。クリスティーンが患っていた脱毛症は重度のもので、彼女は髪の毛だけではなく、眉毛やまつげまでもが抜けてしまうような状態。ほとんどの髪の毛を失ってしまったクリスティーンは、カツラの着用を余儀なくされるんです。さらにクリスティーンは視力が非常に悪く、他の子供たちとは違う分厚いメガネをかけていました。そうした見た目の特徴から、同級生は毎日のように彼女をからかうようになったんです。常に心ない悪口にさらされ続けたクリスティーンは、その内向的な性格に拍車をかけ、ろくに友人も作れないまま成長していきました。そして彼女が高校生になった頃、クリスティーンってなんか暗くてとっつきにくいよね。ほんと、人と喋ってるとこ見たことないよ。教室の中でクリスティーンを遠巻きに眺めながらひそひそ話をする生徒たち。クリスティーンはこの頃、故郷のニューヨークを離れ、テキサス州のクリアレイク高校へ通っていましたが、いじめの標的にされてしまうその状況は一切変わっていませんでした。しかし、このクリアレイク高校での学生生活が、実はクリスティーンにとって転機となるんです。外見的な特徴を理由にさ、悪口言ったりいじめてたりってのはほんと気分悪いわね。
そういったことが原因でね、殻に閉じこもってしまっていたんです。このようにね、クリスティンは学生生活に一切ね、希望を見出せない状況だったんですけれども、高校生活で彼女に救世主が現れるんです。二人の救世主。はーい、何してるの？ 2003 年、クリスティンが17歳を迎えたその年のある日、いつものように一人で廊下を歩いていた彼女を呼び止める生徒がいました。クリスティンが振り返ると、そこに立っていたのは、彼女より1学年上級生のレイチェル・コロルティスとティファニー・ローウェル。他の生徒から話しかけられることがあるとすれば悪口を言われるくらいなものだったクリスティンは身構えつつも二人に視線を向けます。すると二人はクリスティンの予想に反し明るい表情で彼女に笑いかけていたんです。レイチェルとティファニーは学校でもよく知られた人気者。そんな彼女たちが自分に興味を向けているその状況にクリスティンはあっけに取られていました。そしてどう反応していいか分からずにいるクリスティンに対しこの後さらに予想外の言葉がかけられるんです。私たちと友達になろうよ。屈託のない笑顔でそう口にしたレイチェルとティファニーに一切対はありませんでした。二人はいつも一人で過ごしているクリスティのことをこれまでも遠目に見ながら気にかけていたんです。何このめちゃくちゃいい子たち。これは人気者になるのもわかるわよ。そうですね。誰にでもね、態度を変えない子ってね、ほんと素晴らしいですし、このレイチェルとティファニーの存在によってね、クリスティの学生生活本当に素晴らしいものになっていくんです。これ見てある方の視聴者の皆さん、ネトラの皆さん、いじめにね、周りが怒っていたらね、ぜひ止めてほしいです。もし自分が止めれないなと思ったら、先生に根回しして、チクっていいと思うんですよ。別に傍観者にならずに困ってる人を助けてあげてほしいです。本当に。レイチェルとティファニーの明るい性格もあって、クリスティンが彼女たちと打ち解けるのにもそう時間はかかりませんでした。3人でお昼ご飯を食べたり、放課後に遊びに行ったり、生まれて初めてできた友達と過ごすその時間は、クリスティンにとってまさに夢のようだったんです。そして3人が過ごすようになってしばらく経ったある日、レイチェルとティファニーはクリスティンに向けてこんなことを言い出します。ねえクリスティン、あなたミスコンに出てみなよ。いいじゃん。クリスティンなら絶対いい線いけるよ。そう、レイチェルとティファニーはクリスティンに学内のミスコンへの出場を進めてきたんです。しかし、そんなことをしたらまたみんなに笑い物にされるだけよ。容姿を理由に長くいじめを受けてきたクリスティンにはミスコンへ出場する勇気など当然なく、彼女は嬉しそうに出場を進める二人にうまく返事ができずにいたんです。すると、そんなクリスティの内心を察した二人は口を揃えてこう言ったんです。絶対大丈夫。私たちがとびきり可愛くしてあげるから。そこからレイチェルとティファニーはクリスティにメイクの方法を教えたり、一緒に似合う服を探しに行ったり、彼女が外見に自信を持てるように様々な手助けをしてくれたんです。そしてついにミスコンの日がやってくることになるんです。めちゃくちゃ素敵な話じゃないの。外見にさ、自信なかったクリスティーンがミスコンに出るってこと自体、クリスティーンのすごい成長というか、素敵な話じゃない。一見するとそうなんですけど、このミスコンに出ることがきっかけで、クリスティーン、レイチェル、ティファニーの運命が大きく変わってしまうんです。レイチェルとティファニーのおかげで本当にいい思い出ができたな。ミスコンの結果発表を待つさなか、クリスティンは自分がこのイベントに出場できたことを感慨深く思い、サポートしてくれた二人への感謝を募らせていました。結果はもはやどうでもよく、あれほど外見がコンプレックスだった自分がそのステージに立てたということが彼女にとって何より喜ばしいことだったんです。そしてクリスティンを待ち受ける奇跡はまだここでは終わりませんでした。今回のミスコン優勝者はクリスティーン・パオリラさんです。予想だにしないそのアナウンスに理解が追いつかずにいるクリスティーン。観客席へ目を向けると、優勝の発表に手を取り合って喜ぶレイチェルとティファニーの姿が飛び込んできました。すごいじゃない。クリスティーンめちゃくちゃ自信になるんじゃない？これ。成功体験めっちゃ大事なんでね。っていう話自体終わんないんですよ。実はね、最初にクリスティーン、誰かに復讐をしたっていうことで、そこにね、実はこのミスコンが繋がってしまうんです。どういうこと？レイチェルやティファニーと過ごす日々やミスコンでの優勝経験を経て、クリスティンは見た目だけではなく、その性格もみるみる明るくなっていきました。時期にスナイダーという年上の彼氏もでき、彼女の学生生活は本当に充実したものへと変わっていったんです。その後、1学年上のレイチェル、ティファニーは卒業してしまうんですが、それでも3人の仲は続いており、クリスティンはこの幸せがいつまでも続くことを信じて疑いませんでした。しかし、そんなある日のこと。ねえ知ってる？ミスコンで優勝したあの子のことでしょ？廊下を歩いていたクリスティンは他の生徒が自分の噂をしている場面にたまたま出くわしてしまうんです。そして次の瞬間、穏やかだったはずのクリスティンの表情は憎悪に満ちたものへ、その様子を一変させていました。レイチェル、ティファニー、あいつら私を騙しやがった。レイチェルとティファニーがクリスティンのこと騙してたの？
一体何の噂を聞いたの？ここまでだとよくわかんないですよね。皆さんまだ疑問だと思うんですけど、クリスティンは一体何に怒りを覚えたのか、その真相を見ていきたいと思います。敵意の向かう先。2003年7月18日の夜、クリスティンとその恋人スナイダーは、とある一軒家の前で住人が出てくるのを静かに待っていた。扉を開けて顔を覗かせた住人。それはクリスティンの親友、ティファニーだった。クリスティン、久しぶりじゃん。来てくれて嬉しいよ。さあ、中に入って。久しぶりの親友の来訪に満面の笑みを浮かべて喜ぶティファニー。彼女はクリスティンとスナイダーを手招きすると、二人を先導するように奥のリビングへ歩いていく。そしてリビングへ足を踏み入れると、クリスティンはそこにもう一人の親友、レイチェルがいることも確認する。クリスティンの姿を見て、ふっと頬を緩めるレイチェル。次の瞬間。背中から発砲され倒れ込むティファニーとその光景を目の当たりにして絶叫を上げるレイチェル。いやー、やめてー。レイチェルはクリスティンに発砲され血を流しながらも携帯を取り出し必死の思いで通報を試みた。しかしクリスティンは携帯を握るレイチェルへ駆け寄り拳銃のグリップの部分を何度も頭へ叩きつける。そしてクリスティンはレイチェルを殴打しながら自身の憎しみの理由を吐き捨てるようにして叫んだ。お前らミスコンの時みんなが私に投票するように根回ししやがっただろう。どうせ私なんかじゃ優勝できないと思ってやがったんだ。友達になったのだってどうせいつも一人でいる私のことを哀れに思っただけなんだろう、この偽善者が。頭蓋骨が砕ける音とともに気を失うレイチェル。薄れゆく意識の中、彼女がクリスティーンのその言葉の意味を理解できたかは定かではない。その日、クリスティンとスナイダーが殺害したのはティファニーとレイチェル、そしてその場に居合わせた友人をも含む4人。被害者4人には合計40発以上もの銃弾が撃ち込まれており、ボロボロになった遺体のありさまはクリスティンの恨みをそのまま言い表しているかのようでした。でもこれミスコに優勝できるように根回ししてくれてたってことでしょ。そうですね。クリスティンの気持ちが全然わかんないんだけど、なんで恨みを持つことになるの？実はですね、世の中には人のね、行為っていうのが素直に受け取れない人もいるんです。というわけで本日のメトラーキーワード、敵意貴族バイアスについて。敵意貴族バイアスとは、相手の言動を敵意や悪意によるものだと認識してしまう心理的傾向のこと。例えば、大丈夫という気遣いに対し、頼りないと嫌味を言われているように感じる。すごいと褒められた時に、こんな人でもできるんだと侮辱されているように感じる。など、物事をひねくれて捉える傾向が挙げられるんです。敵意貴族バイアスに陥ってしまう人の特徴は、コンプレックスや過去のトラウマ、経験不足などを原因にする自己肯定感の低さにあるんです。自分なんかに手放しで思いやりを向けてくれるわけがない。何か裏があるに違いない。幼少から長くいじめられてきたクリスティンは自己肯定感が低く、他人に対し常にそうした猜疑心を抱いていました。それは仲良くなったように見えていたレイチェルやティファニーも例外ではなかったんです。ミスコン優勝の真相を知ったクリスティンは、かねてからレイチェルとティファニーに抱いていた猜疑心を確信へと変えました。私たちの根回しがなきゃ優勝なんて無理なのに、あんなに喜んじゃって笑っちゃうわね。クリスティンは二人がそうやって自分のことを密かにバカにしていたのだと思い込んでしまったんです。そうなんでもかんでもさ、敵意があるって認識されちゃったらもう話しかけづらいわよ。この敵意貴族バイアスって概念も別に人間が作ってるし、うん、自分と合わない人と分かり合うように努力するか距離を取るかっていうのも含めてちょっと考えないといけないですよね。犯行後、クリスティンとスナイダーは現場からすぐさま逃走。現場には二人に結びつく物的証拠が一切残っておらず、ここから3年間、捜査は膠着状態となるんです。しかし、その後の2006年7月、匿名で犯人に関する情報提供があり、ついにクリスティンに行き着いた警察は彼女を逮捕することになるんです。続けて警察は逮捕されたクリスティンの供述をもとに、共犯者のスナイダーの行方を追いました。ところが、追い詰められた彼は、逮捕の直前に自殺したんです。結局はクリスティンだけが罪を問われることになったんです。2008年10月、最終的にクリスティンに下された判決は終身刑。4人もの命を奪ったことを踏まえ、死刑も十分にあり得る状況でしたが、クリスティンが犯行当時未成年だったことが考慮された結果でした。幼少から長く続いたいじめを原因に他人を信用できない性格に育ってしまったクリスティン。彼女を暗い日々から救おうとしたレイチェルやティファニーの行動は決して間違ったものではなかったはず。いい行いをすれば巡り巡って自分に帰ってくるとはよく言ったもの。一方で世の中には他人の善意をひねくれて捉えてしまう人が存在することもまた真実なんです。